はい、こんにちは。DJ サイヤです。本日はワンオーディオさんからヘッドホンのご提供いただきましたので、こちらワイヤレスヘッドホンですね。DJ で使えるレベルの超低遅延のヘッドホンが日本でも発売されましたので、こちらの紹介をしていきたいと思います。DTM されてる方とかもサンプルパックですごく有名だと思うんですけど、 DJ カシミヤの監修のもと作られた DJ ヘッドホンということで、さらに、DJ で使えるレベルの低遅延っていうのが大きな特徴のヘッドホンです。結論から言いますと、もうめちゃくちゃ音質もいけてますし、なんといってもやっぱ低遅延で実用的。 DJ はもちろんなんですけど、この普段のこの配信とかそういう日常生活でも結構役立つなというところがありましたので、紹介していきたいと思います。外観、箱はこんな感じですね。これ見えますかね。ここに5つの特徴が書いてあります。1つ目はスタジオグレードのドライバーを使ってますよと。で、2つ目、4つの接続モードがあります。 3.5mm ミニジャックですね。 6.35mm、 はい、これが一般的な DJ ミキサーにつなぐ大きさのジャックになると思います。で、あとはトランスミッター、はい、後ほど紹介しますが、超低遅延の接続、 BT は Bluetooth ですね。はい、で3つ目、コンフォート、快適なつけ心地ですよというものです。で4つ目、ワイヤレスリアルタイムモニタリング、これが超低遅延で、モニタリングできますよという特徴です。 DJ 的にはもうここが一番の注目ポイントですね。5つ目がマルチポイントコネクション、複数のデバイスをつなぐことができますよという内容になっております。あとはこの Bluetooth 接続が音質重視の LDAC って読むのかな、 LDAC に対応してます。音質についてはこの後またお話しますね。120時間持つ、やばいよね。120時間ってさ、この使用時間だけで考えると1週間ぐらい持つよね。もっとか。では早速開けていきましょう。ほいほい。レコードをイメージしたデザインになってますね。ちゃんとケースがついてるんですよね。質感めっちゃいい感じ。こうやって取っ手がついてるのもいいですね。 DJ 交代の時こうやって荷物多くなりがちなんで、引っ掛けられるとすごくいい。はい、開けていきます。ほいほい。はい、内容物としてはこんな感じです。もちろんヘッドホン、トランスミッター、めっちゃ軽い。ケースの中にぴったり入るようになってます。箱になってるだけじゃなくて、こうやってちゃんとはめられる、ぴったり入るの、これめっちゃいいっすね。見た目がいい。で、ケーブルがいくつか入ってまして、 USB-C ケーブル、これで充電だったりとか、直接パソコンとかにも Mac とかにもつなぐことができるんですかね。で、多分充電しながら普通に有線ヘッドホンとして使えるんだと思います。このカールコードの方は有線で使うとき用ですね。こっちはこのトランスミッター用って感じです。ちょっと繋いでみましょうか。これがここ微妙に、ちょっとカメラには映んないと思うんですけど、溝が入っていて、入れて回すとロックされるようになってます。で、これ L 字になっていて、ここネジ式になってるので、ここはもちろんミニジャックにもなってますよと。これよくあるヘッドホンの仕様ですね。で、このトランスミッター自体はこうやって長押し6秒とかでつくようになってます。で、このチカチカしてるときは未接続で探してますよっていう状態です。で、こっちのヘッドホンの方ですね。ザラザラなってるボタンがあるんですけど、ここを長押しすると、つきましたね。ちなみにここ Bluetooth なのかトランスミッターでつなぐのかっていうのはここのボタンで切り替えられるようになってます。で、電源入ってる間は常にこうやって LED が両方光っている状態です。なので DJ 出番前とかにこうやって両方つけた状態でスタンバっていて、で、自分の出番になったらこうやって挿して、で、あとはもうヘッドホンをつけて開始するみたいな流れになると思います。内容物としてはこんな感じですね。なので、基本的にこのヘッドホンとこのトランスミッター、これだけで使っていくことになると思います。外観を見ていきましょうか。はい、これが見た目です。どうでしょう。いわゆる DJ ヘッドホンっぽいデザインかな。で、ここがこの箱と同じようにレコードのデザインになってます。これいい感じですね。いいなって思いました。まず最初。僕レコード好きなんで。あといいなって思ったのが、ここステッチ、赤い縫い目ですね。高級感が演出されてますよと。
触り心地もすごいいいですね。箱の特徴に書いてあったぐらいなんで、このふわふわ度めっちゃいいですよ。で、これも大きな特徴だなと思ったんですけど、裏地が赤で LR がこうやって記載されている。左右対称の見た目なんで、こうやって暗いクラブの中でどっちが右かなみたいな。だいたいこういうところに刻印されてたりするんですけど、こうやって見てまっすぐ装着できるのはすごく便利だなって思いました。僕は初めて見ましたね、これ。めっちゃいい。質感としては全体的にプラスチック。軽さを出すためにプラスチックを使っているんじゃないかなって思いますけどね。多分このレコードを再現してるところもプラスチックなのかな。まあだけどパッと見いい感じの見た目かなって思いますけどね。ちなみにこれ値段なんですけど、超低遅延で実用的な DJ ワイヤレスヘッドホンで28,000円ぐらいなんですよね。力を入れてるところは、この低遅延っていうところだと思うので、質感は値段相応かなっていう感じはしますね。つけた感じはこんな感じになります。ちょっとここの厚さがあるっていうのが、気になる人は気になるかも。僕はこの長年パイオニアの、今はアルファシータになってますけど、このヘッドホン X10 使ってるんですが、こうやって見比べると結構厚さの差はある感じはしますね。なのでボリューミーになります。こうやって見た目が分かりやすくヘッドホンしてますっていう感じはありますね。外観はそんなところかな。音質について申し上げますと、全然いいじゃんって感じがしました。長い時間かけて聞き比べてみたんですね。パイオニア DJ 有線ヘッドホンの中では現状フラグシップ、これとこれで交互に聴き比べてみました。ロックだったりとかダンスミュージック、EDM だったりとか、あとヒップホップとかも比べて聴いてみたですが、全然音質はいけます。かなりいいんじゃないかなって思いましたけどね。なんでこの DJ ヘッドホンで普段から一番いいと思われる品質で聴いてる僕でも全然いいっすねって感じだったんで、かなりコストパフォーマンスいいっすねって思いました。これが最新技術なのかな。だからなんか勝手にこのワイヤレスだし、やっぱり結構音質落ちるのかなっていうのは感じてたんですよね。だけど、全然、もちろんこの第一印象は結構違いますけどね。さすがにこっちの方が音量が小さいです。ここのボタンで最初に音量マックスにして、で差し替えて、何回も差し替えて聞き比べたんですけど、それは多分このトランスミッターを通じて接続しているっていう関係があると思うんですけど、まず音が小さいので普段よりは音量上げなきゃダメですけど、そこは現場ごとに、ミキサーごとに音量って違うんで、そこまで気にならないかなとは思います。であとは音がちょっと広がりをこっちの方が感じる。リスニング用のヘッドホンに近いような感じがしますね。こっちの方がなんかもっと近くに聞こえる。爆音の環境でこうやってモニタリングしてなんか近くに聞こえてほしいみたいな方もいると思うんですけど、こっちの方がなんかちょっと立体的に聞こえる。この耳と距離があるところで鳴ってるみたいなイメージがある。そこが悪いとかじゃないんですけど、そこの違いはありましたね。で繰り返しになるんですけど、このワイヤレスで結構音質落ちるのかなって思ったんですけど、高いボーカルのところとかロックでバンバンいろんな楽器が鳴ってる曲とか聞いたんですけど、この単体で聞いてる分には全然本当に音いいなっていうイメージですね。なんかモニタリングしやすいっていうよりは全体的に聞きやすいなっていう音の作りな気がしますね。アプリで EQ とかはいじれるので、低音をもっと出したかったらとかっていうのは変更できるとは思います。僕はモニタリング設定だったかなにした上でのレビューです。普通に低音聞こえるし、どの楽器じゃあベースを聴こうと思ったらもちろん聞こえるしみたいな。すごく分離して聞こえるかっていうとそういうわけじゃないんですけど、聞こうとすれば全然聞こえるなっていう範囲かなと思います。周りが爆音の中で、ある程度やっぱりこれ
結構でかい大きいんで耳が全部入るタイプですね。なので結構遮音性はあります。DJ のこの爆音のクラブの中で、これ以上の音質求めるかっていうとなかなかその求める人も少ないんじゃないかなって思うんで、こういうリスニング環境を整った状態でモニタリングするっていうよりは、ちゃんとこの爆音の中で聞きたい音を聞き取るっていうのがこのヘッドホンの役割だと思うので、それは十分達成できてると思いました。次に指さっちゃったはい、次に実用的な部分どうなんですかっていうところですね。つまりこの低遅延って本当に使えるんですかっていうところをお話ししていきたいと思います。これも結論から言うともう全然楽勝です。びっくりしました。今ワイヤレスの DJ ヘッドホンで出てる最強の遅延少ないレベルっていうのが9ミリセカンド、そのレベルなんですね。じゃあこの9ミリセカンドってどれぐらいかって言われても分かんないじゃないですか。僕も1年前ぐらいから結構このワイヤレスヘッドホンアルファシータから出たやつと、あと III って読むのかな、 AI でそれも9ミリセカンドだったと思うんですよ。9ミリセカンドとかっていうレベルになると電子ピアノの方とか、あとドラムとかそういう楽器やってる人でも使えるレベルらしくて、へーって思ってたんですけど、確かに DJ でこうやってパッと押すとかこうやってスクラッチするとか全然遅延わかんないなっていうレベルです。9ミリセカンドっていうのがどれぐらいの遅延なのかって分かりやすく言うと、 DJ やってる皆さんにとって一番分かりやすいのがBPM128 の1拍、分かります？ BPM128 1小節あるとするじゃないですか。でドン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 の1拍、これの100分の2、100個に分けてそのうちの2つ分って感じだから波形のズレとしては、波形見てこれ1拍その100分の2ぐらいのズレ、PCDJ とかでグリッド流れているところよく見てる方も多いと思うんですけど、それが BPM128 の1拍のこの100分の2、このズレなので、人が設定したグリッドのズレの方が大きい可能性すらあるぐらいの遅延なんですよね。あと調べててこれも分かりやすいなって思ったのが、人から3メートル離れてるスピーカーから音が出てこの耳に届くまでの遅延、これぐらいみたいですね。数年前からワイヤレスイヤホンで DJ やりたいですっていう知り合いがいて、トランスミッターできるだけ遅延が少ないやつ買って、でそれに対応したイヤホン買ってそれでやってる子とかも結構いたんですよね。それぐらいなんでしょうね、需要があるというか、そういうワイヤレス界隈だと思うんですけど、それが圧倒的な低遅延でヘッドホンとして出てきましたよと。多分これからもしかしたらイヤホンも出てくるかもしれないですね。でも昔からこの DJ 用イヤホンってあんまり流行んなくて、パイオニアとかでも何回か出てきたことあったんですけど、いや1回かな、出てきたことあってちょっと気になったんですけど、あんまり長く販売はされてませんでしたね。多分モニタリングイヤホンとかだったら、別に DJ 用だけじゃなくても、手話の215とか、そうやってコスパいいの結構あるんで、そういうので代用できちゃう。DJ 用でなくてもそういうすでにモニタリングイヤホンって結構成熟した市場というか、そういうイメージじゃないですか。高いやつめっちゃ高いみたいな、あるじゃないですか。だし DJ ってさっき言ったように、超爆音の中の環境なんで、そこまでこの細かい音質極めても音形感じにくいっていう性質はありますよね。なのでそれなりの音質でとにかくこの聞き取りやすいっていうのがすごくポイント。だからこうやって爆音下でも聞きやすいっていう風に作られてきたと思うんですよね。その要件には十分達している DJ ヘッドホンだと思います。ではここからはワンオーディオのアプリを見ていきたいと思います。本体側を Bluetooth 接続に変えると認識してくれます。 OK 来ましたね。こんな感じ。もちろんバッテリー 90% ありますよ。でイコライザー、さっき言ったようにモニタリングモードで使ってみました今回は。であとはカシミヤ
による EQ チューニングも使えますし、あとは自分のカスタマイズモード、そしてミュージックモードがありますよ、ベースモードもありますよというところですね。で、あとはこのサンプルパックが見られたりとか、あと音量バランス、これ LR ですね。あとはヘッドホン探す機能もあります。これ再生を押すと多分ここから爆音流れるんですよ。やってないですけど。っていう機能もありますし、デュアルデバイス接続もできます。であとゲーミングモードもオンオフできて、使用時間の、まあこれ通知でしょうね。も設定できます。最高音量制限っていうのも、まあ耳の負荷気にする方にはいいでしょう。あとは、自動電源オフ機能ですね。っていうのがありますと。まあこちらもアップデートされていくとは思うんで、まあもしかしたら他の機能も追加されるかもしれないですね。はい。というわけで最後に、まとめのお話をしていきたいと思います。やっぱりワイヤレスヘッドホン超便利だなっていうところです。特にこうやってブースで動く人とか、あとはフロアに降りてパフォーマンスしたい人とか、やっぱバトル DJ 的な技術やる人にもすごく向いてるなって思いましたね。バトル DJ ってこうやってスクラッチとか2枚使いとかこうやってやったりとか回ったりとか、こうやって有線の状態でやるとやっぱりこうやってじゃあ回ると巻きついちゃうんで、逆回りしてもう一回戻ってくるみたいなことしなきゃダメだったんですよね。まあ、それがなくなる。僕もこうやって有線の時めっちゃ早く動いてるんで、そういう中で引っかかるとミスっちゃうわけですよ。なのでこうやってヘッドホンはこうやって置くところなかったら本当に床とかに置いてやってたんですよね。だからこのワイヤレスだとちゃんとヘッドホンつけたまんまできるっていうのがめっちゃいい。特に僕はこのモニタリングをずっとヘッドホンしながらしてるタイプなんですよね。こうやって片耳でするんじゃなくて、こうやってしっぱなしにするタイプなんですよ。なのでそういう僕にとってはすごくいいヘッドホンだなって思いました。で、あと良かったところは、というか良いところは、値段が安いこと。今国内で一番高いやつやっぱトランスミッターと合わせて7万か8万ぐらいしちゃうんですよね。それが2万8000円ぐらいで買えちゃうっていうのはかなり革命的なんですよ。で、この機能がありながら、ちゃんと使える音質っていうのはすごく貴重な存在かなと思いますね。つけ心地もいいし、デザインもパッと見個人的にはすごくいいと思いますけどね。配信とかでもやっぱこうやって動きやすいし、ビールなくなったらビール取りに行ったりするんですけど、で今までだとこうやってヘッドホン外して部屋出てってたんで、曲がどこまで進んでるか分かんないみたいなので、なんかたまに曲終わっちゃうみたいなことがあるんですけど、つけたまんまで今2コーラス目だみたいなのがモニタリングできるのは、マニアックですけど地味にいいなって思います。であとはこうやってオーディオインターフェースとかこうやって離れてても、こうやって聞けるんで、じゃあこのマイクをじゃあ別のデスクトップのオーディオインターフェースにつなげてますってなった時に、これを向こうのオーディオインターフェースに挿せばもうこっちでモニタリングできちゃうんで、こうやって離れた機材のモニタリングするっていうのにもめっちゃ使える。しかも超低遅延なんで、こうやってゲームとかにも使えそうですよね。重さ全然気にならない。やっぱこっちにさバッテリーも入ってるし、接続のね機構とかが入ってるんでしょ。の割にヘビーな感じがしない。重さは感じるけど、配信 DJ ってやっぱ結構1時間以上やったりするんですけど、それでもなんか重くてしょうがないなみたいな感じにはならなかったから、重さも全然許容範囲内だと思いますよ。めっちゃ重さ気にしますっていう人にはちょっと気になる重さではあるかもしれない。であとはこの充電の持ちがめっちゃいいんですよ。これがなんか50時間とか60時間とか持つみたいなんで、短い方が50時間だったかな。ちょっとスペック表載せておくんで、そこで見ていただければと思うんですが、めっちゃ持つ。Bluetooth 接続だと120時間持つらしい。今日ほぼ1日つけっぱだったけど、なんか全然減ってる感じないから、もうめっちゃバッテリーはタフですね。凄まじいと思いました。それがいいところかな。気になったところを忖度なしにお話しすると、ここのヒンジのゆるさはちょっと気になるかな。ここめっちゃ柔らかいというか、何も引っかかりがない。これは人好み選ぶかなって思いますね。僕は昔からこれが
このヒンジがこうやって自動的に中に戻る、内側に戻るっていうのを使ってきたんで、そこはちょっと違和感がありました。だけど、一方でこれはいろんなモニタリングスタイルに使えると思うんで、どっちにも回るっていうのはね、こうやってかけておけるのも見た目的にいいですしね。こっちの方がなんか収まり良かったりとか。で、これでこう。で、こっち側にしてこうやってモニタリングする人もいると思うんですけど、そういう特殊なモニタリング方法結構しやすいかもね。でもこれは他のヘッドホンでもよくある仕様なんで、全然悪いところではないかなと思います。これは全ての低遅延ヘッドホンに言うことができるんですが、トランスミッターとヘッドホン両方を充電しなきゃいけないっていうのは結構気使うなって思いますね。しかもこれ電池持ちめっちゃいいんで、充電し忘れはありそうですよね。ちゃんとこのケーブル持っていけばもちろん有線接続もできるんで全然問題はないんですけど、この DJ ヘッドホンを使う価値の一つはやっぱりワイヤレスっていうところなんで、この充電に気をつけなきゃいけないっていうのは一つ注意ポイントとしてあるかなと思います。なんでこの DJ 交代の時になんか手数をあんまり増やしたくないなっていう人には正直向かないかもしれないね。これ長押ししてつけてこっちもつけてみたいな、わたわたしているとなんかどれかつけ忘れてやばい聞こえないみたいな感じでパニクるみたいなのはあるかもしれないと思いました。以上です。いかがだったでしょうか。今回このヘッドホンご紹介してきましたが、総合的に本当にめちゃくちゃいいヘッドホンだと思います。コストパフォーマンス良すぎじゃないっていうヘッドホンですね。全然思ったより安かったから、もっと安っぽいのかなっていう風に正直思ってたんですけど、この機能でこのクオリティなら本当コストパフォーマンスいいですねっていうところ。DJ ヘッドホンって酔っ払って結構なくす人も多いと思うんで、コストパフォーマンスすごい大事だと思うんですよね。だからすごくそういうバランスの取れたヘッドホンだと思いますね。これからどれぐらい普及するかっていうのがすごく楽しみなヘッドホンでした。今回このヘッドホンのクーポンコードをいただいておりますので、気になった方はぜひ実際にホームページ見ていただいて、もし気に入ったらクーポンコードを使ってご購入いただければなと思います。URL は概要欄に貼っておきますので、クーポンコードとともにぜひ見てみてください。以上です。こんな感じで今後いろんな DJ 機材レビューとかもしていきたいと思いますので、もし気に入っていただけたらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。以上 DJ さやでした。ありがとうございます。Thank you.